はい、こんにちは。山下夏実です。2月1日日曜日。今日は平塚ビーチパークの流木前でスキムボードを楽しんできました。波も意外と良かったですね。前日土曜日に比べて波サイズ下がったんですけど、朝一からこんな感じで結構いい感じに乗れてます。これとかも結構いいラインで、手前に1枚必ずギャップがあったから、それをちゃんと対処して乗れるかどうか。余裕があればこういう風にトリック系。これ7-2スピンからのターン。こういうコンビネーションとかもできる余裕はあったかな。しっかり対処ができるのであれば。こういう感じの波だったかなっていう風に思います。結構朝からいい感じに乗れてて。波面がこの時間はね、結構綺麗で。パワー自体はそこまでなかったから、結構そこはうまく乗る必要はあったんですけど、結構早い段階の時間から遊べてましたね。これとかもいいターンですね。こういうサイドウェイのいい伸びから横走っていく。そしてラップコンプリート。いい感じですね。これもいいですね。おそらくこれ今日1かな。技術的にはおそらく今日1だと思うんですけど、完璧に横走って、ちょっとチューブにはなりきらなかったけど抜けてきたんで最後。これとかはどうだ？いい感じのとこで回して、これはちょっと前できれなかったけどよかったですね。今しっかり回し方が良かったかな今のは。さあ、これはフロント行くかな。ただフロントはね、ちょっと前にできれないことが多かったですね。土曜日とかは朝一フロント系の波が多かったんですけど、今日はフロント系が意外と少なくて、朝からほんとバックサイドラップをメインで狙っていくっていう感じでしたね。ライナー側もね、ほとんど波がなくて、これが唯一のライナーだったかな。おそらく。ライナーを狙うのであれば、フロントを狙うみたいな感じの波だったかなっていうふうに思います。いいですね、これも。ナイスラップ。結構安定して乗れてるんじゃないかな。これとかもいい感じにラップラインでいい感じですね。これとかアウト狙ったけど、ちょっと手前のギャップが大きかったかな。手前がね、やっぱりちょっと難しい要因だったんですね。最初に喋った通り、必ず1枚ギャップがあったので、そこをやっぱ処理できないと結構乗り切れないことが多かったかな。さあ、いいですね。軌道修正からのターン。今日はね、意外と波のポジション取りというか、ピークが結構動くかなっていう感じがあって、軌道修正をやる回数が結構多かったかなって感じです。波位置があまり定まってなかったような気がします。ある程度この辺りで入ってくるっていうのはあったんですけど、必ずそこに来るわけじゃなくて、必ずその辺りの中でも微妙にピークが直前にずれたりすることも多かったので、さあ、これはいいですね。レイトスピンからのラップ。かなりレイトでスピン回しましたね、今のは。波との距離感を合わせるのにレイトスピン。さあ、これはスプレーターンフロント。ハーフスピンを入れながらですね。これも軌道修正かな。軌道修正してちょっとブレイクが早い波だったので、しっかり一発出ます。これサイドウェイがかなり綺麗に来て、ラップコンプリート。サイドウェイから
ラップ。これはスムーズなターンですね。一発で切るっていうよりかは、ゆっくり合わせて被っていった感じです。これちょっとラインフロント最初狙ってたけど、おそらくブレイクが早かったので、バックサイドに切り替えましたね。こんな感じで、ほぼオンリーラップって感じで、余裕がなければトリックとかって感じですね。余裕があればトリックラップとか、そういうコンビネーションも出していける感じです。これいいんじゃない？いいですね。スプレー出ながら、このチューブかなり完璧だと思う。ベスト3本には入りそうだな。これは、ちょっと手前が重なりまくってましたね。3枚ぐらい今波が重なって、難しかったですね。これも軌道修正してターンをしたけど、ちょっと難しかったかな、これも。さあ、ちょうどブレイクの切れ目を狙って、しっかりラップラインで横走るスタイル。いいですね。セブンツスピンからリッピング。これ地味にギャップ越えながら回ってるので、難易度高いですね。さあ、口が深いところをしっかりラップ。これよく回しましたね。普通なら刺さっちゃうぐらいなんですけど、しっかり下で切れたっていうのと、テール踏んでたので、良かったと思います。これも軌道修正からスプレーターンですね。土曜日より波サイズがちっちゃい分、インサイド気味で割れてたかな、少し。ほんの少しですけど。なので結構やりやすい波だったかなって思います。いい悪いっていうよりかは。まあ、この辺のあたりの時間かな。軽く音ショアが入り始めて、だんだん波面がちょっとずつね、よれ始めてきてましたね。結構早い時間の段階から予報より波面によれが出てて、沖は風吹いてるかなっていう感じでみんなこの時間やってたんですけど、その結果やっぱり予報よりちょっと1時間ぐらい早いかな。向きが音シャに変わって、それでもよれてる中でもしっかり今みたいに合間を縫えばいいライディングは狙えるって感じでしたね。ただしポジションがね、かなり読みづらくなって、しっかりある程度予測してっていう感じで出る必要がありましたね、この辺の時間。これとかも結構ライディングはいいんですけど、合わせるのが難しい感じの波。ちょうど引き切りあたりの時間かな。引き切りでできるようになるか、風が入るかっていう感じだったので、もともと。少し予報より早く風が入り始めて、引き切りの時間の頃にはかなり風面になってきちゃってね。苦戦をした感じですね。風面の時間になってきたから、さらにね、このピークが動くようになってきたので、軌道修正の回数がやっぱりどんどん増えて、ポジション合わせと波の予測を完璧にやる必要がある波だったかなっていうふうに思います。難易度は高かったですけど、結構面白い波だったかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。